皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、お隣韓国で初めて軍事衛星を持つことができて大喜びしているようなので、この実態について解説していこうと思います。結論から言えばかなりひどい実態です。そもそも軍事衛星というものは軍事的な目的を持って打ち上げられた衛星なわけですが、その用途はいろいろあります。例えば、偵察衛星であれば、自分の国以外の場所で一体どのようなことが行われているのか観測することができます。他には通信衛星やアメリカの GPS に見られるような位置情報を民間とは別に持つ、そういった衛星などもあります。今回韓国が初めて軍事衛星が手に入れられたと喜んでいるのは通信衛星の分野です。それではこの通信衛星、韓国ではどのように報道されているか見ていきましょう。韓国軍初の通信衛星打ち上げ成功。その意味は？韓国軍初の軍事衛星アナシス2号の打ち上げが成功し、戦時作戦統制権の転換に対する検証にひとまず青信号がついた。独自の通信能力を備えることになり、韓国軍の単独作戦が可能になるということだ。韓国防衛事業庁は21日、アナシス2号が7月21日午前6時30分、アメリカフロリダ州ケープカナベラル空軍基地のケネディ宇宙センターから打ち上げられたと明らかにした。アメリカ民間宇宙開発企業スペース X の再利用可能ロケットファルコン9に搭載されて打ち上げられたアナシス2号は、高度630キロでロケットから分離し、発射38分後に最初の信号が受信された。続いて、午前8時19分頃、フランス・ツールーズの衛星管制センターと信号を交わし、最初の更新に成功した。アナシス2号はアンテナ及び太陽電池パネルを開き、任務遂行に必要な電力供給及び運用が可能かどうか点検する予定だ。約2週間の中間軌道変更を通じて、最終的に高度36000キロの静止軌道に入る。静止軌道に乗れば、約1ヶ月間は衛星の性能と運用性を確認する計画だ。アナシス2号が正常に運用されれば、韓国は世界で10番目に専用軍事衛星を確保する国となる。これまで韓国軍は独自の通信衛星確保を念願事業としてきた。軍が現在運用する通信衛星ムクゲ5号は軍民兼用であり、敵の電波妨害攻撃に脆弱だという指摘があった。2013年には該当衛星の太陽電池パネル故障で電力の生産に支障をきたし、諸性能を発揮できない事態も発生した。このため政府は2014年9月、ロッキード・マーチンと40機の F35A を7兆4000億ウォンで導入する契約し、反対給付としてロッキード・マーチンから通信衛星1機を受けることにした。アナシス2号に搭載された通信衛星体系は、従来のアナシスよりも情報処理速度が3倍以上速く、ジャミング、盗聴などに対応する通信セキュリティ性能も強化された。音声、文字、映像情報などを送ることができる範囲も拡大したという。専用の通信衛星を打ち上げた軍は、専用の偵察衛星を打ち上げる計画も持つ。軍当局は、偵察衛星を2023年までに戦力化するという目標を設定した。事業費1兆2214億ウォン、日本円で約1100億円を投入し、映像レーダー、電子工学、赤外線衛星など5機を確保する、いわゆる425事業だ。しかし、映像レーダー搭載体を製作する海外企業が新型コロナウイルスの感染拡大による開発遅延を通知してきた上、関連予算が第2次補正予算で169億ウォン削減され、事業が速度を出せない状況だ。韓国は初めて軍事衛星を持つことができたということを喜んでいるわけですが、その実態は完全に海外頼りです。そもそもこの通信衛星一体どこの企業が作っているかといえば、まずロッキード・マーチンが窓口になって、フランスのエアバス社が製作しています。ですから、この通信衛星自体も別に韓国企業が作っているわけではありません。次に、通信衛星を打ち上げたロケットが一体どこの国で作られたものかといえば、これはアメリカのスペース X 社です。スペース X 社は民間企業ではありますが非常に高い技術力があり、また打ち上げ費用も非常に安いことからロケットの打ち上げ事業で大いにこれから活躍しそうです。そういったわけで通信衛星はフランスのエアバス社、そして打ち上げはアメリカのスペース X 社ですから、ここに韓国企業は一切名前が出てきません。つまりお金さえ出せば通信衛星も買うことができたし、打ち上げも他の企業ができたのですから、韓国自身は別に何もしていないのです。とにかくお金で解決したというのが現実です。しかしそれでも
世界で10番目に軍事衛星を持つことができたということが喜びにもタイトルで現れています。以前私はこのチャンネルの動画の中で韓国には軍事衛星が一つもありませんよということを解説した動画を作りました。その時私の動画には、いやいや韓国は軍事衛星を持っているはずだ。そんな嘘をつくな。といった書き込みがお隣の国の言葉で書き込まれ、また私への罵倒の言葉などもそのコメントにはいつもついて回ったものです。もちろんそのような書き込みについてはその都度削除をしていたのですが、事実を事実として受け入れられないというのは非常に恐ろしいものです。韓国が軍事衛星を持っていなかったというその事実それ自体は今回の記事でも初めて軍事衛星が持てたといった喜びからもわかるように事実だったのです。ちなみに軍事衛星といえば今回は通信衛星だったわけですが、偵察衛星というものもあります。これは敵地を偵察するのに非常に有効なわけですが、韓国軍としては通信衛星に続き偵察衛星も持ちたいと願っています。記事の中ではそのことについても触れていますが、この件についてもやはり海外企業に発注し、韓国企業が作るわけではないようです。そして自分たちには打ち上げる能力は全くないわけですから、当然のように次回もスペース X 社に頼むことになるでしょう。ですからその時にも衛星本体は海外企業が作って打ち上げも海外企業が行うというように全てがお金で解決した話であり、韓国の国力とは全く関係がない話なのです。これなら別にどこの国でもできることであり、それの一体何が誇らしいことなのか私にはわかりませんが、今回の記事からもわかるようにお隣の国では軍事衛星を持つことが非常に喜ばしいこと、そして誇らしいこととして報じられています。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお目にかかりましょう。またね。